こんにちは、これは自由帳です。今日はルナソルから新しく発売されるアイカラーレーション12番ブリージーハーブを使ったメイクをしたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。まずはじめに下地を塗っていきます。キッカのラビッシンググローメイクアップベースシマー、こちらはこのような乳白色の下地となっていて色はつきません。保湿クリームのような化粧下地で色はつかないんですが、ものすごく保湿力が高い下地です。 SPF27 で PA が2プラスとなってます。こちらフレッシュと、今使ってるシマーのタイプがあって、シマーはより保湿力が高いタイプとなっているので冬におすすめの化粧下地です。はい、こんな感じです。カバー力とかは特にないです。そしたら今日は先にハイライトを塗っていきます。 RMK のグロースティックです。この後上からキッカのファンデーションを塗りたいと思ってるんですけど、キッカのファンデーションの上にスティックタイプのハイライトを塗るとちょっとよれるので先に仕込んじゃいます。粉のハイライトを塗ってもいいんですけど、キッカのファンデーションを使うときはなるだけ粉は少なめにしたいので、この練りタイプ、このスティックタイプのハイライトを使うことが多いです。では、続きまして、こちらキッカのソリッドファンデーションの00番です。こちらをスポンジ全体にまんべんなくつけて、顔の中心からトントントンと塗っていきます。このファンデーションをカウンターで初めて塗ってもらった時に理想のツヤ肌すぎてすごく感動した覚えがあります。それまでマット肌とかセミマット肌しかやってこなかったので、ツヤ肌ってこういうことなんだって実感できたファンデーションです。はい、こんな感じです。続いてチークを塗っていきます。キッカのフローレスグローフラッシュブラッシュ06番ポニーテール、こちらは練りタイプのチークとなってます。このように専用のスポンジでトントン取って軽くスタンプするように塗っていきます。このポニーテールというチークは私の持ってるチークの中で一番好きです。湯上がりみたいな血色感になります。ちょっと塗りすぎたなと思ったらさっきのソリッドファンデーションのスポンジで
ごまかします。こんな感じです。そしたらフェイスパウダーを塗っていきます。チャコットのフォープロフェッショナルズエンリッチングパウダークリアベール、こちらを大きめのブラシで蓋でなじませてからふわーっとのせていきます。そしたら、このチャコットの粉を小さい筆に取って目の下にのせます。キッカのファンデーション使うとマスカラがこの目の下ににじんでることが多いので、この目の下だけはちょっとしっかりめに粉をのせておきます。そしたらシェーディングを入れていきます。フーミーのちっちゃ顔シャドウです。今日はあえてこの顔周りはシェーディングを入れずに細かいところだけシェーディングを入れます。キッカのファンデーションを使った時のメイクってなんか極力あんまりいろいろ重ねたくなくて、このエラの部分とかはあえてシェーディングを入れないようにしてます。続いて眉毛を描いていきます。キャンメイクのミックスアイブロウの07番です。まずこの中間色を取って眉毛の中央からぼかしていきます。はい、ここまで描けたらデジャビュのパウダーペンシルアイブロウのナチュラルブラウンで描き足していきます。ここまで描けたらスクリューブラシで眉頭をぼかします。そしたら眉マスカラをしていきます。インテグレートのニュアンスアイブロウマスカラ BR671 番です。はい、これで眉毛が完成しました。続いてビューラーでまつげを上げていきます。はい、まつげをしっかり上げました。そうしましたらケイトのラッシュマキシマイザーを塗っていきます。上下にラッシュマキシマイザーを塗りました。そうしましたらルナソルのアイカラーレーションを塗っていきます。こんな感じの色味になってます。これはちょっと細かい水色のラメです。この2色がパールっぽい質感で、このブラウンはマットになってます。全部優しい色合いで混ぜても喧嘩しないような配色になってます。ではまずこちらのラベンダーカラーを上まぶたのアイホールに塗っていきます。
はい、こんな感じです。続いてこのブラウンを上まぶたの目の際に塗っていきます。ちょっと目尻を強めに塗ります。こんな感じです。そうしましたらこちらのピンクを下まぶたに塗っていきます。こんな感じです。そうしましたらこちらの水色のラメを上まぶたのこの紫と皮膚の色の境目にふわっとのせます。この水色を目頭に入れます。こんな感じです。もうちょっと紫の範囲が広くてもいい気がしたので紫を塗り足します。あとブラウンも修正します。このブラウンは結構赤みがあるのでふんわりと優しい印象のブラウンになります。はい、そしたら最後にまたこの水色をこの黒目の下に入れていきます。はい、これでアイシャドウは完成です。続いてアイラインを引いていきます。メイベリンのハイパーシャープライナー R ピーチブラウン。はい、アイライナーが引けました。そうしましたらマスカラを塗っていきます。キスミーヒロインメイクロング&カールマスカラアドバンストフィルム。こちらは限定のピンキッシュブラウンというカラーです。はい、こんな感じです。アイシャドウが優しい色合いなのでこういうちょっと赤み寄りのマスカラを使いました。では最後にリップを塗っていきます。イヴ・サンローランのルージュボリュプテシャイン103番です。こういうちょっとコーラル寄りのピンクになっててちょっと分かりにくいですがこういう透け感のあるカラーでして青ラメが入ってます。メイクが完成したので髪型を整えていきます。はい、髪型を整えていきました。今日はこちらのルナソルのアイカラーレーション12番でメイクしてみました。こちらは、1月22日に発売になるもので、私は楽天で先行発売していたので発売日より少し早く買うことができました。こちらのアイシャドウは定番品に新たに加わるカラーなので欲しい方はそこまで焦らなくても大丈夫です。もう全体的に優しいカラーでなんかマカロンみたいなそんな感じの
イメージのカラーです。全部粉が柔らかくてサラサラしてて、粉砂糖みたいな、そんな感じのふんわりした粉質のアイシャドウです。アイカラーレーションって結構渋い色が多いイメージなんですけど、今回のこの色は柔らかくてライトな色合いでとっても可愛いアイシャドウです。で、今日はキッカのベースメイクを使ったメイクをしてみまして、カバー力とかはそこまで強くないんですけれども、こう自然な皮膜感というか、こう厚化粧感は出ない感じで、今日みたいなこういう優しい色合いのアイシャドウの時はこういう自然な感じのベースメイクが合うかなと思ってキッカのベースメイクを選びました。で、このリップはですね、さっきもここでお見せしたと思うんですけど、青ラメがね綺麗なんですよ。カメラにはなかなか映らないぐらい小さいラメの粒なんですけど、これ塗ってもあんまりラメ感はわからないぐらいのかすかなラメのチラチラ感なんですけど、それが逆にいいのかなっていう感じです。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。 Twitter のフォローやチャンネル登録もよろしければよろしくお願いいたします。それではまた動画更新いたします。